連休時住職三木大雲です。本日はですね、また再びビッグゲストに、来ていただいております。千原誠二さんです。よろしくお願いします。すいません。よろしくお願いいたします。前回もめちゃくちゃ面白いお話をしていただいて、はい、もう面白い話というと語弊があります。あ、いえいえ。今回もまたちょっと何か怪談話を怪談したいなと思って。いや、怪談話を言うかなんかいろんなことで、はい、僕は自分の体調が分かったりとか、自分の今なんか機嫌がどうやとか、本番のところはどうやっていうので、一番分かりますのが夢で自分の調子が分かるというか。ほー、すごい。あって、これも子供の時から一番もう慣れ親しんだ、夢っていうのは、体調悪い時に絶対見る夢があって、それは、本当に真っ四角の部屋に自分がいるんです。でも大体もうずっと同じサイズの。白い壁。真っ四角の。やってて、そこにポツンと一人でいて、パッと見ると、右見る時も左見る時もあるんですけど、見るとその隅っこに、埃というか、塵というか、ゴニ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 と動き出すんです。このことでしばらくして、また目そらしてしばらくして、ブッて見たら、ちょっと大きくなるんですよ。でも、それ出てきたらもう、子供の時は何やろこの夢何やろ思ってたんですけど、大人になると、体調悪いねんなっていうので、子供の時は分からへんもんやから、そのまま見てみたら、むっちゃでかなって、それが。うわーって押し込める。それに押しつぶされるというか、そういう時はもう、がっつり熱出たり、出てたりとか、もう絶不調。で、それを何時間にもわたって見るんですよ。だから、だんだん、体調が悪くなっていっとるんです。なるほど、すごい。もう今はだから、モニモニモニと出てきたぐらいで、もうお酒飲んでぐっすり寝ようっていう感じで、もう大きいのにはもう、20年かな ?30 年ぐらいはもう大きいのは見てないですけど、子供の時はもう大きいのはもうとんでもないしんどい思いする。私もいまだにそうなんですけど、なんか部屋に連れて行かれるんですよ。一人。で、私の場合はね、ちょうど本当小さな机があるんです。で、そこに一人ポツンと座るんですよ。そしたら、サンタクロースのような、髭を蓄えたおじいさんが現れて、私にめちゃくちゃいろんなことを教えてくれるんですよ。もうお札の作り方。で、一般的にお塩、清めの塩とかあるじゃないですか。まあちょっと口の悪い方で、もう全部ほとんど嘘やぞと。ほんまはこうやって作るんやぞっていうのをレクチャーされるんです。でね、レクチャーされて不思議とそれをやると、その夢の中で教えてもらった通りのことになるっていう。まあ宝くじも夢で見て当ててますけど、その時の夢もそうなんですよね。なんか、その部屋に連れて行かれて。で、白いね、机の上で、いろいろレクチャーされるんですよ。その夢見えひんなぁ。だから白い、その黒いなんかは多分、病気を知らせて、体調不良を知らせてくれてる。私の場合はおじいさんが来ても、お守りはこうやって作らへんかったら聞かへんねんとか。全然そんな登場人物。一回俺はなんか中条清さんが出てきたけど、と思って、なんでと思って。それ中条清さんと後でお会いされた時に夢で会いましたねみたいなことはないんですか？僕は一度お会いしたことがあるんですけど、それはもう夢見るだいぶ前に。なるほど。なんで中条清さんなんやろうと思って。不思議やな。夢の中で、空飛べます。私と一緒。ほんで、それ夢で、それで僕、先生の場合はどうかわからないけど、僕の場合は、これ空飛べる夢やってわかるんです。空飛べるやつやとね。その子供の時初めて見た時は、ほんまやと思ってたんです。
私と一緒。ほんまに空飛べるんやと思って。私と一緒。で、それが大人になって、え夢か、やっぱりとなって、で、これ空飛べる夢やから、空飛ぼうと思って、もう自分で、最近とかやと結構スピードとかもコントロールできるようになって。私と全く一緒なんですけど。あ、そうですか。地面スレスレとかも行きますよ、僕。私も行けます。でも、飛ぶときに、どういう方法ですか？僕はね、無風術みたいに、こうとかじゃないです。僕はもうこうです。もうこのままです。私、水泳方式なんですよ。最初、でも、もう無風術とか多いかな。でも、それも、なんか思うんですけど、子供の時はこうやってたイメージがあるんですよ。こういう風なことを。でも、それやっぱ、ドラゴンボールの影響を強く受け取るから、結局、このまま行くようになって、なんか、すごい、進化したんや。夢の中の自分はこれで飛べるのがかっこいいみたいな思ってる節があります。私、このタイプなんですよ。で、このタイプで、飛び始めって場所決まってます？決まってないです。決まってないですか？私必ず実家なんです。いや、決まってないですね。そうですか。突然、いてるはずのないところにいるんですよ。知らないところ？知らないところで。ほんで、なんか、違法建築の建物が建ってるビルの上とか。違法建築のビルの上？普通に、ビルが、すごい近代化のビルやのに、家が建ってるとか、その屋上に。なるほど、なるほど。完全に飛べる夢やって、それで気づくんです。なるほど。私も実家の公園から飛ぶんですけど、近くの。その公園が出てきたら、飛べる夢だっていう。僕、だから高いとこが多いです。スタート。なるほど。私下からですね。電子柱の上とか。何の話なんか、見てない方、わからないかもしれませんけど。見てる者同士の、すごい。情報のすり合わせをしておりますよ。高所恐怖症なんですよ。一緒や。そうですか。だからあまり高すぎると、次降りる時が怖いので、もうガンガン上がっていくんですけど、雲の上ぐらいまで行くと、だんだん不安になってくるんですよ。そうですか。僕はね、雲の上まで行ったことないです。ないですか。それは怖いとかじゃなくて、興味がないんです。夢の中で。どこまで行けるかとかに全く興味なくて、あっち行こうとか。なるほど。電線と電線の細いとこ、ギリでどれぐらいで行けるやろうとか。間をね。そんなことばっかりしてます。夢の中で。ほんで、高所恐怖症なんですけど、下に落ちることは僕できないんですよ。だから仕事でバンジージャンプはダメなんです。もう絶対バンジージャンプは本当に周りに迷惑かけるんで、もう絶対できないんですけど、ジップラインはできるんです。こう進むのはいけるんです。落ちるのがダメなんです。私ダメなんですよ。両方ダメです。両方ダメです。これはいけるの。だから、ドバイのやつがあれ1キロぐらいあるのかな、ジップライン。それはもう、ジップラインはいけるんですよ。不思議なもんで。で、ジップラインも初めてやった時も、夢の中で空飛んでるから、コントロールめっちゃうまいですよ。実際に。手で、抵抗つくとピューッとこっち行ったり、ピューッとブイーって、むっちゃうまい。すごい、やっぱ夢で飛んどくもんやなと思って。私でもこの夢見るじゃないですか。で、子供の頃は本当に飛べるもんだと私も思ってて、よく父親とかに、ちょっと飛んでいいっていう。たらもう大体何言うとんねんって終わるんですけど、飛べへんようになってしまったっていう。夢からする。一緒ですね。なんとなく寝てる時、夢の中の感覚になる時あるじゃないですか。生活してて。今飛べる、ここで今こいつは飛んだらビビるやろやろなとか。思います。思ってました。飛んでること知らんねんな、こいつら。一緒ですね。やっぱしかも、いるんですね、やっぱりね。なんかいるんですね。いや、これ多分ご覧の皆様の中にも多分。いてはると思うけど、ちゃんと、夢の中で飛んでる自分は、
大人になったら夢って分かってますもんね。はい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 。なんていうの、明晰夢っていうのそういう。なんかそういう。そうです。もう一つ、飛ぶ夢で、飛んでて、下でいろんな人を見るんですよ。はいはい。その夢の話をしたら、ちょうどその時家にいたとか、ちょっと有名な方でお名前出せませんけど、はいはいはい、白い蝶々に包まれてはるんですよ、その人が。で、家の前に立ってられてる。で、私もそこ降りていって、うわ、蝶々に囲まれてはるなと思って夢から覚めたら、その方から LINE が来て、蝶々飛んだ夢をすっごい見たと。で、その後ろに私がいたっていう。なんか、夢の中で会ってたり。俺ももうちょっとこうやって空飛ぶときは、ちょっと、下の人に、俺、そんなもうチャレンジばっかりしてるから。そう、もったいないですね。いや、何キロ出るかとか、チャレンジばっかりしてるから、もうちょっと、下見よう。私、チャレンジしてみよう。チャレンジしてください。チャレンジします。地面ギリどこまでいけるかとか。そんなことばっかりしてんねん。私、降りてくるときに、そろそろ足伸ばそうとか。っていうのはちょっと遊んでみたりしてますけど、ね。いや、もう払っていくぐらいギリまでいけるとかやってるから。だから、そうや、もうちょっと俺人と絡んでいこう。空飛ぶ夢の時は。で、まあまあそういうのも、はい、まあまあ、はいはい、そういうのも経験あるんですけど、あとなんか、動物と縁があるのか、はい、なんか、結構こう動物でこう不思議な体験というか、はあ、その時はもう全く、普通にしてるんですけど、後で考えたら怖いことやなとかっていうので言うと、あれはどこ、ちょっとアフリカの方行った時に、はいはい、その動物を保護する活動をされてる方がおられて、その方がいろんな動物をゲージに入れて管理してはるんですけど、サーバルキャットがね、いてたんです。はい、で、僕らの世代はもうマイク・タイソンのペットやというので、あれもうテンションがそれだけで上がるから、うわー言うて、そうやんけ、タイソンのコートに寝ましたね、言うて。で、指入れて、おい、ちょっと探してくれって言ってたら、ダメですよ言うて。指、持っていかれますよ持っていかれますよね。下げたんです。手引っ込めてください言うて下げになるんですけど、全然ペロペロ舐めて、俺触る。で、飼い主というか管理されてる。いや、私なんか一度も触ったことないです。もう5年ぐらいいますけど、言うて。そうですか言うて。なるほど。だからその動物とのなんかあれは、関係性がすごくし、結構、言われるのはって、テレビで番組で行った時に、カニクイザル。はい。あれは道具を使うと。はい。カニクイザル、まあ、そのカニクイザルという種類なんですけど、その猿だけが住んでる島のカニクイザルは、カキを食べるんですよ。カキを。で、その岩についてるカキを、取るのに、道具を使い分けるらしいです。はあ、すごい。カキのこう、つき方によって。ほんで、それを賢い猿おるから見に行こう言って、で、やってんなぁと思って。で、俺も持って、バーっと行って、やってよね。一匹の最初、ペッてやって、やったら、そいつが俺の手からカキ取って、食べて、で、そっからまだベーってやってて。素晴らしいなぁ。やってて、ほんとまたカキやってた。パッて見たら、後ろに俺のカキ待ちの猿が並んでて、並んでるんだよ、おい、言って。で、その番組のロケは、ものの1時間ちょっとで2時間以内で終わったんですけど、その前にロケに来てた NHK は2週間撮れへんかったらしいよ。賢いからすぐ山に上がっていくんで。なるほど。飯食ってる時って人間でも無防備じゃないですか。そうですね。だから野生の猿なんてそんなんも確かに食わへんし、嫌なのがあったら。なおかつ野生の猿が人の手から取るなんてありえへん。確かにありえないでしょうね。奇跡の映像。そういうことが結構あるんです。無我ですね。それ何なんやろうと思って。無我の境地
もう蛾がなくなって、木。なんか、ようわからんけど。聖さんが木に見えてたとか不思議な。いや、すごい。お坊さんの世界で言うと、憧れの境地ですね。あるんですね。お釈迦様が一番最初に法を説かれたのは鹿なんですよ。六夜音で鹿に。鹿しか聞いてくれなくて。なんか、人がいろいろ。手塚治虫で読んだ。そうですね。とかなんかやっぱちょっとそれに近いものを、なんか私よりも、なんか誠司さん拝む方がご利益がありそうな。だからその不思議やなと。いやー、すごい。そういう経験。たまたまちょっと、あれなんですけど、今日、一週間ぐらいちょっと東京に今滞在してまして、で、東京来る途中に、たまたま知り合いの方と会って、会談されてる方と、たまたまサービスエリアでお会いしたんですよ。で、こんな偶然あるんですねって言って、で、上下行けるサービスエリア。で、向こうは大阪向かってられて、で、これから東京なんですよ。そうですかって別れて、で、東京着いて、で、また他の仕事してて、たまたま今連休中、私のお寺、今建て直ししてるんですけど、仏像の修復で仏師さんにお願いしてて、京都の。その京都の仏師さんが、たまたまインスタで写真撮ってられたところに私もいたんですよ。偶然。で、こんな偶然あるんですねって言って、次の日になって、またちょっと他のところで会議して、で、私だけ会議出なかったんで、スタッフさんが出てたんで、近くのカフェ入ったんですよ。小さな、本当にもう地下入っていく小さな、10席ぐらいしかないようなとこ行って、コーヒー飲んでたら、たまたま知り合いが入ってきて。で、その方も会談される方なんですけど、偶然ですねって言って、なんかずーっと偶然がこの一週間続いてるんですけど、なんかそれもなんか引き寄せ。引き寄せね。みたいなのがあって、何にも本当無の時ほど、なんかそういうものを引き寄せるのかもしれないので、なんかもしこれご覧の皆様もなんか動物引き寄せたいなとか、いい運を引き寄せたいなという方は、あまりこう、欲とか希望とかっていうものをあまり持たない方がかえって叶うのかもしれませんので、ぜひ試していただけたらというふうに思います。それやったら問題やな。俺全部動物ミラクル起こってんの仕事中やから。仕事中俺無なんやな。無にはカメラすらも忘れてるという。でもそれがかえっていいんでしょうね。なんかちょっとこれでまとまったのかどうかよくわかりませんけれども、またぜひ誠司さんとコラボさせていただきたいなというふうに思います。どうも本日はどうもありがとうございました。長い時間ありがとうございました。失礼します。